皆さん、こんにちは、こんばんは。今日も耳から学ぶ AI をお届けします。この時間は、あなたの耳をちょっとお借りして、日々の移動時間や家事の合間など、耳が開いているひとときを、未来を形作る AI について学ぶ有意義な時間に変えていきましょう。第1章、チャット GPT ってどんなもの？すごいおしゃべり AI の正体。さて、最近 AI という言葉を本当に多くの場所で耳にするようになりました。中でもチャット GPT はもう知らない人はいないというくらい私たちの生活に浸透しつつあります。でも一体何ができるの？難しそうと感じている方もいらっしゃるかもしれません。今日はそんなチャット GPT について初めての方にも分かりやすくその魅力に迫っていきたいと思います。まずチャット GPT を一言で表現するなら、すごいおしゃべりな AI です。文字で質問したり、お願いしたりすると、まるで人間と話しているかのように自然な会話で答えてくれます。LINE や Slack のようなチャット形式で使えるので、スマートフォンやパソコンから誰でも気軽に試せるんですよ。質問に答えたり、文章を書いたり、アイデアを出したりと、まるで賢い友達や何でも知っている先生と話しているような感覚で使えます。なぜそんなに賢いの？ AI の脳みその秘密。なぜこんなにも賢くおしゃべりできるのでしょうか？その秘密は大規模言語モデル LLM とトランスフォーマーという最先端の技術にあります。これはインターネット上の膨大な量の文章や言葉を AI が学習しているからなんです。たくさんの本を読んだり、多くの人との会話を聞いたりして、言葉のパターンや意味を深く理解しているようなものだとイメージしてください。チャット GPT の G はジェネレーティブ、生成するという意味で、AI が新しい文章を作り出す能力を指します。T はトレーンド、事前学習済み。つまり AI が膨大なデータからあらかじめ知識を学んでいることを表します。そして T はまさにこのトランスフォーマーという技術の頭文字なんです。トランスフォーマーは AI が文章を読むときに単語一つ一つだけでなく、その単語が文章全体のどの部分にあり、他の単語とどうつながっているかを効率よく理解する仕組みです。まるで文章の中から最も大切な情報を見つけ出し、関連する単語同士を結びつける賢い読解力のようなもの。この技術があるからこそ、人間のように自然な文章を生み出したり、複雑な質問にも的確に答えたりできるんですね。チャット GPT に何ができるの？あなたの困ったを解決。では、具体的にチャット GPT に何ができるのか、皆さんの困ったをどう解決してくれるのかを見ていきましょう。例えば、調べ物を手早く済ませたいとき、A について教えて、B の要約をしてと質問すれば、素早く的確に答えてくれます。大量の情報を読み込む手間がぐっと省けます。また、文章作成のお手伝いも得意です。メールの文章作成、企画書の叩き台、ブログ記事のアイデア出しなど、様々な文章作成をサポートしてくれます。もう書き出しで悩むことは少なくなるでしょう。新しい企画のアイデアが欲しいときも、C についてアイデアをいくつ出してと聞けば、あなたが思いつかなかったような多様な視点からアイデアを提案してくれます。まるで壁打ち相手になってくれるような感覚ですね。さらに、外国語の翻訳も得意です。英語や中国語など、様々な言語を自然な言い回しで翻訳してくれるので、語学学習やビジネスにも役立ちます。プログラミングのヒントもくれるので、学習者にとっても心強い味方になるでしょう。そして、最近のチャット GPT は、文字だけでなく画像や音声も理解できるようになりました。これは AI が複数の種類の情報、つまりマルチモーダルを扱えるようになった進化です。スマートフォンのカメラで写した写真をチャット GPT に見せて、この植物の名前は？と質問したり、まるで人間と話すように声で会話したりすることも可能になりました。このようにチャット GPT は私たちの知りたい、やりたいをサポートしてくれる、まさに万能アシスタントのような存在へと進化しているんです。第2章、
チャット GPT はここまで進化した。歴史と最新情報。チャット GPT は登場以来、驚くほどのスピードで進化を続けています。この進化は、オープン AI という会社が開発した GPT という AI モデルの進歩と密接に関わっています。2018年には最初のモデル GPT-1 が登場し、2022年には会話に特化した GPT-3.5 がチャット GPT として無料公開され、世界中で爆発的な注目を集めました。そして2023年には GPT-4 が登場し、より複雑な質問にも対応できるようになり、文字だけでなく画像も入力できるようになりました。最新のチャット GPT、何ができるようになった？特に注目すべきは、2024年5月にリリースされた最新の GPT-4O です。このバージョンでは、より自然な音声での会話ができるようになりました。まるで人間と話しているかのように、会話の途中で割り込んだり、感情のこもった声で話したりできるんです。また、スマートフォンのカメラで映した景色や物体をリアルタイムでチャット GPT が認識し、それについて会話することも可能になりました。声のトーンや表情から、あなたの感情やニュアンスをより正確に理解し、それに合わせた返答ができるようになったのも大きな進化です。これらの進化により、チャット GPT は単に情報を得るツールとしてだけでなく、私たちの日常に寄り添い、様々な形でサポートしてくれるパートナーのような存在へと変わりつつあります。AI の進化は本当に目覚ましいものがありますね。数ヶ月単位で新しいバージョンや機能が発表され、その度に私たちの想像を超えるような能力を発揮しています。この急速な変化のスピードは、AI がもはや遠い未来の話ではなく、私たちの今を大きく変えている証拠と言えるでしょう。第3章、オープン AI が目指す未来。安全性と壮大なビジョン。チャット GPT を開発したオープン AI は、単に AI 技術を開発するだけでなく、その安全性にも非常に力を入れています。オープン AI の究極の目標は、汎用人工知能 AGI と呼ばれる人間と同じかそれ以上の知能を持つ AI を開発し、それを全人類の利益に貢献することを目指しています。そのため、AI の力が特定の個人や組織に偏って利用されたり、あるいは人類に危害をもたらすような形にならないよう深く配慮しているんです。彼らにとって単に利益を追求するだけでなく、AI の安全な開発と社会への導入こそが最も重要な使命であると考えています。AI は安全なの？オープン AI の厳しいチェック体制。オープン AI は AI が賢くなるほど思わぬリスクも出てくる可能性があることを認識しています。そのため AI を安全に使うための厳しいチェック体制を整えています。プリペアードネスフレームワークです。強力な AI モデルが社会にもたらす可能性のある壊滅的なリスクを事前に予測し、評価し、そこから人々を保護するための具体的なプロセスを説明した文書も公開しています。このフレームワークは必要に応じて常に見直され、新しい情報や状況に合わせて更新されているんです。また、AI が学習したデータに含まれる特定の傾向や不均衡を反映し、不公平な、あるいは差別的な結果を出力してしまうバイアスという問題にも、オープン AI は真剣に取り組んでいます。学習データの多様性確保や人間が継続的に監視、評価するヒューマン・イン・ザ・ループという仕組み、そしてユーザーからのフィードバックシステムの活用など多角的な対策を講じています。AI が持つ強力な能力は良い目的だけでなく、残念ながら悪意のある目的で利用される可能性もはらんでいます。フェイクニュースの作成や詐欺行為、サイバー攻撃の支援など、社会に危害を及ぼすような用途が考えられますよね。オープン AI は、このような AI の悪用を未然に防ぐため、厳格な使用ポリシーを設けています。法律遵守の義務、自己または他者への危害の禁止、有害なコンテンツの配布禁止など、利用者の安全と社会の秩序を守るためのルールが明確に定められています。これらの取り組みは、AI が単なるすごい技術で終わらず、
私たちの社会に安心と利益をもたらすためのオープン AI の真剣な姿勢を表しています。未来への大きな挑戦。AI データセンター計画、プロジェクトスターゲート、そしてオープン AI は究極の AI である AGI を実現するためには莫大な量の計算能力が必要だと考えています。そのためにプロジェクトスターゲートという総額5000億ドル規模の巨大な AI インフラ投資計画を日本のソフトバンクと共同で進めているんです。これはまるで AI が動くための巨大な工場を世界中に建設するようなプロジェクトで AI の可能性を最大限に引き出すための壮大な挑戦と言えるでしょう。データは安全、安心して使うためのルール。もちろんデータ共有やプライバシーについて気になる方もいらっしゃると思いますが、オープン AI はそこにも配慮しています。チーム、エンタープライズ、エデュといった企業向けの有料プランでは AI モデルの学習には使われないと明確に定められています。これにより企業の機密情報が AI の学習データとして使われる心配がありません。無料、個人向けプランの場合も Improve the Model for Everyone、すべての人のためにモデルを改善する設定をいつでも変更できますのでご安心ください。いかがでしたでしょうか。今日の情報が皆さんの AI への興味や理解を少しでも深めるきっかけになれば嬉しいです。それではこの後の時間も有意義にお過ごしください。また次回の耳から学ぶ AI でお会いしましょう。